人生4つの目標の3回目はカーマです。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていたものが世界中に広がっています。あなたもぜひお楽しみいただければと思います。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて、人生の4つの目標の3番目はカーマです。前回の2つの話はいかがだったでしょうか。こういう言葉を初めて聞いたという方には興味深かったのではないでしょうか。今日お話をするカーマというのはカルマという言葉と間違えられやすいんですね。カーマとは欲求のことです。そしてカルマっていうのは行いですね。日本語では業と呼ばれたりもします。自分がやったことが自分に返ってくるという時に、自分のカルマが自分に返ってくると言ったりします。それなのでカルマが人生の目標になることはないですね。ということでカーマについて話をしたいんですが、多分この動画の需要はないような気がします。カーマのことを知りたいと思う人はいないんじゃないですかね。でも何か困ったことがあるとか人生に迷ったりした時には、これらのことをもとに自分の人生を整理整頓して何が問題なのかを考えるヒントになればいいかと思います。何をやった方が良くて何をやらない方がいいのかなどを考えてすっきりすると、進むべき道も見えてくるのではないかと思います。ということで続けますね。カーマです。実はこのバガバットギーターの本では第6章施設20から23のところはヨーガの伝道を支える4本の柱を成しています。ヨーガというのは一般的には体を動かす健康法というイメージですが、それはハタヨーガと呼ばれるものです。ヨーガというのは合一という意味で、心や体が神と一体になると説明されることもあります。別の言い方をすると個別性の解放とも言われます。あなた、私という個別性というのは切り離されたものですが、全てが一体となっているという認識を得た時には個別性がなくなります。この世界は人間だけではなく、いろいろな生き物や物がありますよね。私もあなたも全てつながっているということを体験して理解することとも言えると思います。さて、今回の動画で扱うカーマですが、これは欲求という意味です。欲求というのは何でしょうか。欲求というと、あれが欲しい、これが欲しいということだと思います。ではなぜ欲しいと思うんでしょう。わかりますよね。はい、それは自分に足りていないからです。足りていないからそれを補おうとして欲しくなります。その欲しいという気持ちの根底にあるのは、今の現状に満足していないということで、それはつまり今よりも幸せになりたいということです。これは言い換えてみると、幸福を目指しているということですね。これが欲求の根底にあることです。幸福を目指すための欲求としては、誰かに要求するとか、将来の希望、願望などもそうかもしれません。念願のというのは結構強い期待ですね。欲求と似ていますが、日給は違いますね。そういえば、犬や猫も結構要求してきますよね。みんな幸せになりたいですよね。要求というと、マズローの5段階の要求というのを思い浮かべる人もいるかもしれません。ちなみにマズローの5段階の最後の段階は自己実現です。これは超越瞑想を行うことで実現できるゴールと同じです。また晩年には6段階目の自己超越と呼ばれる段階も発表されたと言われていますが、それはまさに超越意識ですね。
それはともかく、欲求というのは誰にでもあるものです。欲求に従ってそれを手に入れるとか、欲求が満たされると幸せな状態になります。そのように欲求にはゴールがあります。欲求があって、それが満たされると欲求はなくなりますので、それがゴールです。その時は幸せになります。幸せになった時には欲求がなくなる。欲求というのは心が満たされない状態から、それを何とかしたいと思って幸せを目指す時に出てくるものですね。さて、今回の話のカーマというのは欲求という意味なのですが、それが人生の目標というと分かりにくいかもしれません。ここは欲求を満たすと考えるといいと思います。何か欲しいものを手に入れるとか、快適な状態を目指すという感じでしょうか。そういうわけで、このカーマにはゴールというものがあります。カーマのゴール、それはすなわち成就なんです。それはどういうことでしょう。それはですね、より多くを求めたくなったとき、そしてより多くの幸福を望まなくなったときです。ここは誤解する人もいるかもしれませんが、多くを求めないとか、大きな幸福を望まないというのは、それを我慢することではありません。本当は欲しいのに、いや、自分はもう意識レベルが高いからいらないよっていうふうに自分を騙して他人に嘘をつくようなこともあまりいいこととは言えません。今は世の中は物で溢れているというか、いろいろなものがありますよね。テレビでは珍しいスイーツを放映したり、雰囲気の良いホテルとかを見ると、行ってみたいなぁと思ったりします。私は去年からオートバイが欲しいと思って、いろいろと雑誌を見たりしていましたが、それも欲求ですね。バイクを買ったらマフラーを交換するといい音になるかなとか、キャンプツーリングに行ってみたいなとか妄想していました。そういうのって人生の楽しみですよね。ということで、バイクを買ってしまいました。それなので、いろいろな欲求が出てくるのはいいことだと思います。仕事で言えば、もっとお客様を喜ばせたいとか、もっと利益を出したいと思うことで、工夫して進化していって、それがまた充実感にもつながります。そう考えると、欲求は多い方が良さそうに思うかもしれません。欲求がなくなるというのは、人生に輝きがなくなってしまう感じもしますよね。でももしも先ほどお話しした仕事の例で言えば、お客様がみんな喜んでくれるとか、利益が十分に出ていて貯金もあるという状態になった場合には、以前よりも欲求は減ると思います。それってゴールに近づいているようなイメージはありませんか？やるだけやったという満足感もありそうです。このようにあなたがいろいろなものに満足して心が満たされた時には、あまり欲求というのは出てこないと思いませんか？そういう状態ですと、もう幸福を感じていますから、これ以上大きな幸福を望まないというか、多くを求めなくなりますよね。そしてその状態というのはどういうことかと言いますと、人が真我という永遠の幸福を悟るときに全てが満たされるとこの本に書かれています。真我という永遠の幸福を悟るとこの本の中ではさらっと書かれていますが、なかなか奥が深いところだと思います。真我というのは本当の自分です。これは心の構造的に、まずは私たちがいつも考えている領域があります。これは顕在意識とか現在意識と呼ばれています。そしてその奥には潜在意識と呼ばれる領域があります。言葉として認識できない領域なので、その存在は知的に理解するしかないですね。そしてその奥にあるのが本当のあなた、つまり真我と言われるあなた自身です。そこは至福の領域と言われています。誰でも心の奥底にあるのは至福です。普段はストレスや不安、そして過度な欲求なので覆い隠されてしまっています。その至福意識が心の中に入ってくると、とても満たされた気持ちになります。この時には幸せいっ
ぱいなので何かが足りないというような欲求はなくなってきます。より多くを求めなくなった時、幸せいっぱいの状態で満たされている時、その人はカーマの観点からの成就を得たということができます。この話は、興味のある人には面白いのですが、興味のない人には何の話かわからないかもしれません。とりあえず古代から言われている人生の4つの目標については、超越瞑想を行うことで達成できますよということが言いたいわけです。超越瞑想を実践すると、いろいろな欲求がなくなるぐらい幸せになりますよという話です。いい感じ、超越瞑想いい感じです。このバガバットギーターの第6章22節はこのような感じで人生の成就の話でカーマ実現の頂点について示されています。カーマの成就によって大きな悲しみからも安全に守られ、最高の幸福が与えられるようになります。はい、今日の動画はここまでです。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。